1982年、出資、経営、労働を全員で担うワーカーズコレクティブという働き方を生活クラブ神奈川が日本で初めて生み出しました。それから40年、各地のワーカーズコレクティブを取材しました。企業組合ワーカーズコレクティブキャリーは、消費財を組合員に配送する事業を生活クラブから受託しています。神奈川の配送センターが9つあるんですけども、そこのところに、各センターにブランチがあります。ブランチって言いますと、一般的に営業所みたいなものですね。メンバー数が32名です。で、働いているメンバーは年齢層も20代から70代まで必ずしも組合の方ばかりではなくって、組合のご主人だったり若いママたちは、外でやっぱり社会に参加していきたいということでかなり入ってきています。生活クラブの組合員で子育て中の金子幸香さんも最近働き始めました。前はもうずっと事務職だったので、ちょっとどっちかというと今の配達っていう方が、体力が必要だなと思ってます。コロナ禍で家にいるだけではなく、より自分らしい時間を手に入れたいと思うようになったそうです。ちょっと自分の時間として外に出る時間も欲しいなっていうのがあって、仕事しようと思いました。運転はしてはいましたし、乗用車の中にも大きめのワンボックスが乗ってはいたんですけれども、でも運転得意ではなかったので、ちょっとそこだけは最後まで悩みました。できるのかなと。運転に少しずつ慣れて仕事が楽しくなっていったという金子さん。そうですね、今まで事務職だと、ずっと座ってで、それぞれも隣の人に気を使ったりとかもやっぱりして、今はもう全く正反対で、ここから出たらもう自分一人で、自分一人のその決められた仕事をやるっていうので、例えばその配達するのもどんな風にするかっていうのを自分でやりやすいように自分で工夫できるっていうところが、やりやすいのかなと思ってます。ありがとうございました。失礼します。働き始めた頃、ワーカーズの会議で経営に関する意見を求められ、戸惑いがあったという金子さんでしたが、今では全ての情報を公開する組織の在り方に共感をしているといいます。最初は皆さん雇用の働き方から離れられなくって、ワーカーズといえどもなかなかそこのところをどういうふうに自分なりに捉えればいいのかということで悩まれた方もいらっしゃると思います。でも研修を通したり、あと日常の仕事の中で、ワーカーズってみんなでこんなふうにして助け合いながらみんなで話し合って物事を決めていくんですねっていうことが分かってくると、そこに楽しさを覚えてきたみたいですね。それで継続して働いている方が多いです。朝日センターの中には働くワーカーズを支える託児所があります。生活クラブが場所を提供し、組合員が有償託児ボランティアとして子どもを見守っています。子育てしてる人もすごく働きやすくて、本当子供も待っている間楽しく遊んでいるので、子供にとっても楽しい時間でいいのかなと思って、います。もう娘も今日誰かなって言って楽しみにしてますし、あとは同じぐらいの子供がいるので一緒に遊んだりしてるので、それはすごい楽しんでますね。明日カエルちゃんとカエルちゃんで一緒だね。ありがとうございます。お疲れ様でした。で、今現在入ってこられる方は短時間労働の方が多いんですね。ですから週2日から3日、それも、午前っていうふうにもう時間帯も絞られてきてますので、逆に午後の便に入る方が少ないっていう、課題も抱えていますので、一日通して働ける
もう少し長時間で働ける方でしたらば本当に、一番募集しているところですね。ありがたいです。もし一緒に働いていただければ。2003年、生活クラブの茅ヶ崎配送センターを改修して茅ヶ崎たすけ合い広場ポカポカが建設され、3つのワーカーズが立ち上がりました。その一つ、生活リハビリクラブ茅ヶ崎。設立に携わった岡田智恵さん。開設当時、生活クラブ湘南の理事長を務めていました。じゃあこれをきっかけにワーカーズ3つ作るって、だから保育と高齢者と食事っていうのはあの時も最初から出てましたので、じゃあその3つワーカーズ作って残り自分の1年半で理事長終わるっていうのが分かってたから、そこを頑張りましょうということになったのがきっかけです。施設の1階にはデイサービスと配食サービスほっぺ、2階にはポカポカ保育園があります。デイサービスでは消費財を使った手料理をワーカーズコレクティブほっぺが日替わりで提供しています。ここの食事が美味しいという口コミによって利用者が年々順調に増えています。ポカポカ保育園で働く保育士も募集をかけなくても口コミで集まってくるそうです。ありがたいことに本当にワーカー希望の方がとても多くて、それも私たちやっぱりそのワーカーっていう働き方がやっぱり出資をしたり経営したりっていうので、なんか世間の求人情報に出すのはちょっと難しいところがあるので一切出していないんですよね。なので本当にここに働いていてすごくこの働き方に共感してくださった方がお友達を誘って、こういう保育をしててすごく楽しいよとか居心地がいいよっていうところで、お友達を誘ってどんどん増えていると。子どもたち定員30名の小さい保育園なんですけども、スタッフはもう今27名、子どもと同じぐらいいるという状況ですね。生活クラブの消費財を使った給食とおやつは園児にも大人気です。お母さんとお父さんと離れるのは辛いけど給食が美味しいから来たいというのがすごくね、見てわかるような感じで、食事で慣れるのが早いんだなって毎年思いますね。もう給食さんを見るとこうやって指さして来た来た来たってみんな楽しそうにしてますので、介護の現場にとっても子どもの存在は重要です。本当にね、笑わないおじいさんがいました。俺はこんなところに来たくないんだ、もともとこうやってもうオーラ出てるわけですごい。半身麻痺だとかな、絶対介助が必要なんだけど触るなって、いやいや触りますでしょ、ここはやっぱり倒れられたら困るからっていうね、触るなとか言われて、でも子供が降りてきて何か降りてきて、で子供たちは全然その認知症とか分かんないから興味のあるままバーって走ってそのおじいさんにポンポンって「ひえ!」とかで怒られたらどうするとか言って思ったら「に」って笑ったの。ひえー笑うんだこの人ってみんなでびっくり。だから子供ってものすごいやっぱり力あるなってもう。生活リハビリクラブで働く看護師の山口雅子さん。働き始めたきっかけは子供がポカポカ保育園に入園した時でした。休職中だったのでちょっと保育園入るの厳しいかなと思ったんですけど、とりあえず希望だけ出して仕事を探し始めようかなと思ってたら、まさかの第一希望のこの保育園に入ることができたので。ナースの仕事を探していた山口さん。園長からの紹介で生活リハビリクラブへの就職が決まりました。ワーカーズという働き方を理解していく中で働くことへの姿勢に変化があったそうです。そのワーカーズの話っていうのは自分がデイサービスで働かせていただくっていうことになってから改めて初めて聞いて、そういうものがあるんだなっていうのを全然知らなかったので、実際に定例会に行くようになってからこういうふうに決まっていくんだなっていうのが分かりました。今まで働いてきた病院とかだと自分の働いている仕事には
すごい関心があるんですけど、大きな意思決定についてはあんまりそんなにどうでもいいじゃないですけど考えることがなかったんですけど、ここではその定例会で大きなこともみんなで話して決めていくっていう中でもっと自分が意識的に関心を持とうっていう、自分がやってる日々の仕事以外じゃなくて全体のその経営の話だったりとか業務の話だったりとかに関心を持っていこうっていう風にやっぱりなりました。この日は剰余金の使い方についても議論が交わされました。高級旅館に何もお金を払わないでも泊まりに行けるなんていう、これも余談でその体がみんなポンコツになっているのでできたらいいのかななんて、以上です。さすがです、ありがとうございます。もうすごい斬新な意見が出てすごい楽しくなってきましたけどだからもうね、今年で18年10月でもうそんなになる18年取りましたからね基本はやっぱり自分たちが年取った時に受けたい介護を今から作りましょうが本当にコンセプトなので、そこをやっぱり起点にするとみんなそうだよね、ここに来てる利用者さんがそうやって口コミであそこは楽しいって言ってくださることで結果事業が伸びてきましたかね。今もそうですけど、新しいことを立ち上げるとやっぱり新しい出会いが絶対あるなって、それが私の多分活動、生活クラブの多分組合活動やってたエネルギーになってるなって。座間市にあるデイサービスカナンの家、 NPO 法人ワーカーズコレクティブゴムの木が運営する定員9名の通所介護施設です。ここで働く沢口愛子さん。私今まで就労経験がなくて、ここが初めての仕事場というか、みんなで話し合っていろんなこと決めていこうっていうワーカーズの枠というか指針の中で、私の話も聞いてくれるし、なんていうどう思うって聞いてくれるんですけど、ここからじゃなくてここからなんで、本当に出しゃばる子じゃないのでね。でもやっぱり度胸はあると思うんです実際。だから本当にこちらが投げかけたことをお願いって言いながらシャンとやってしまうタイプかなと思うので、それがもう2年過ぎたのでね、私なんかにしっかりと誘導できて利用者さんが安心するんだよね。それがやっぱり誇らしい感じに私たちも受け取れるし、今は本当にいてくれないと困る存在で。沢口さんは働き始める前、就労準備支援施設働くざまに通っていました。社会的自立が困難な人を支援するため、働くざまを立ち上げた岡田由里子さん。沢口さんが自立するまでを見守ってきました。新しいチャンスをもらうと人ってすごく元気になるし、それからやれなかったことができる、それからできないことも見つかるけど能力も自分で発見することができるっていうのは、思いがけないその人の人格を今までの変えるぐらいの力があって、だから先ほど行かれたカナンの家の、彼女もそういう意味ではもう働き始めて随分変わったと思う。ね、私なんかちょっと引きこもり引きこもりしてたのでまず人と話したり、まず家から出ることになれよっていうのでやってくださってて、定期的に外に出かけるっていうのがなかなかなかったので、やっぱ身なり気をつけたりとか、今まで全然そういうこと気をつけてなかったんですけど、マイペースでもいいから外に出て人と関わろうねっていうところをやってもらいました。自分で食べたものを洗いましょうとか、そういうことをまずやってます。上下関係がないワーカーズコレクティブという働き方は、自立への大きなステップになると岡田さんは言います。
でワーカーズは友育って言うんですけど、一緒に育ち合うことを大事にするので、社会的なこともいろんなことも育ってくる、そこに彼女が働くことで知恵をもらう。私がここを選んだ理由というか、少人数で小規模でやってるってところに惹かれて、スタッフさんとかのコミュニケーションもね、入れ替わりがそんな激しくないので、そうですね、みんなで決めて考えて決めていこうっていうところが一番好きなところというか、いいところだなって思います。やっぱ上下関係なく、本当友達感覚って言ったらあれですけど、お仕事なので本当お話ししやすくやってくださってます。だからザリガニのハサミ入れて、尻尾入れて、全長がこのぐらい。沢口さんは耳が遠い利用者のためや業務日誌を書くために漢字を書く練習を続けています。今日はね、ドラえもんの誕生日。利用者さんのこういうところに私たちが気づかなかったことに愛子さんが気がついて、私たちに教えてくれたりとか、そういうことは多々あって、一緒にこうワーカーズ次のステップもここの先のことも一緒に考えるメンバーになってくれた、ワーカーズになってくれたのは本当に宝。少人数なので、ね、皆さんのことをちゃんと知った上でというか、知っていける環境があるっていうところがよくって、ありがとうって言ってもらえたり感謝されたりすることとても嬉しいんで、感謝してもらってね、こっちも感謝ばっかりでありがたいなと思いながら働いてます。川崎市宮前区、屋外での保育の時間を大切にしている保育園があります。理事長の上田優子さん。保育園に携わるきっかけは、友人から子育てサークルに誘われた時でした。社宅のみんなと子育てでつながりができて、でそこで地域の子育てサークルに誘われたんですね。もう本当にすぐ隣の公園があって、そこで活動してるから上田さんも一緒に遊ぼうっていう形で誘われて、でその子育てサークルに入って、活動していくうちに、もう本当にそこで子育てで、心の病気になっていく方が、実は何人もいて、で相談されることもあって、いやなんか子育てでおかしくなっている友達がいるっていうことに危機感を感じて、だったらやっぱり仕組みがなんか必要なんじゃないかっていう問題意識を持った時に、ちょうど生活クラブの方で子育て共同センター構想があるよっていうのがあって、じゃあちょっと私はそこに参加したいっていう思いがすごくあって、そこから関わるようになりました。それから25年、今では宮前区にある5つの施設で保育事業を展開しています。上田さんはワーカーズコレクティブ、共同労働という仕組みを通して理想とする子育ての環境を目指したいと考えています。共同労働って言っても、やっぱり一人一人の経験や能力は違うわけですよね。でそれをやっぱり一人一人を認め合いながら仕事を作っていく。この日、ワーカーズメンバーが保育の現場で大切にしているテーマをお互いに発表し合うオンラインミーティングが開かれました。話し合うって言ったところは、平等に一人一人が意見を言えたり話し合うっていうことはやっぱりベースにあって、でじゃあ何をやっぱり効率性って言ったら、やっぱりICT とか、そういうものをやっぱり使っていく。
であと発信していく、保護者の理解だったり仲間の理解だったり、この人はこういうふうに考えてるんだな、であなたの意見はどんな意見ですかっていうことをやっぱり常にコミュニケーションを取っていくっていうような、そんな力も持ちながらっていうところです。幼少期に本物に触れることを大切にしたいというワーカーズメンバーの提案で、園児と一緒に焼き芋を作ることになりました。育休中のワーカーズメンバー手塚あかりさん、風通しのいい職場環境に魅力を感じているといいます。働きキャンディーに、入ってからは5年目とかです。5年経ちます。丸5年経ちます。で、産休に入ったのは今年の7月からです。運営方針とかもみんなで考えていくみたいなのがすごい新しいなと思いました。他にはないのかなっていうところでした。女の子と男の子どっちだったっけ覚えてる？女の子。今まで保育士をしててお母さんたちの相談とかをいろいろ聞いたりはしてたんですけど、自分に子供がいるっていうところで自分の育児をまだ全然ですけど、自分の育児を踏まえていろいろ相談を分かち合うじゃないですけど、寄り添うような感じのコミュニケーションが取れたらなっていうふうに復帰してから思ってます。はい。安心して子育てできる環境を作りたい。上田さんの思いは働く親にとって大きな心の支えとなっています。子供だけでなく親にも優しい保育園の魅力について聞きました。すごい先生の姿勢じゃないですけど、そうですね、親も優しい、親にも優しいみたいな。そうですね。夜遅くなった時にご飯を出してくれたりとか、安心して残業できるっていうのもあって、非常に本当に助かったなっていうのがすごくいいなと思ってるのが、いろんな年齢の子、小学校の子とかとも夕飯が食べれるので、特に一人っ子とかだから家族みたいなサポートが大きいので、自分一人で子供を育ててるんじゃないんだっていう地域の人たちとか先生たちも自分の子供をちゃんと見てくれてるなっていうのを感じられて、自分も子育てに迎えられてるかなって、自分が将来子育てが手離れた時にいつかお手伝いとかで還元とかできたらなっていう気持ちだけはあります。わかります。やっぱりコロナもあったり、経済も、少子高齢化っていう、日本の社会のところでいうと、分断されているっていうことですよね。で、困ったっていうことがなかなか言えないっていうところがあって、支えていくよっていうような発信を社会にしていかなきゃいけないなっていうふうな思いがあります。2021年、キャンディが運営する企業主導型保育事業スキップ空保育園アネックスが新たに開園しました。ワーカーズコレクティブだったり、協同組合っていうものの運動をもう少しやっぱり広げていく、いろんな共に働くっていうようなコンセプトで共同労働を社会に広げていきたいなっていう思いがあります。新たな取り組みとしてワークショップやイベントを企画するコミュニティカレッジ宮崎大がワーカーズと地域に住む人の協力によって定期的に開催されるようになりました。共に学び、共に働きながら市民が主役のまちづくりをさまざまな分野で進めていくワーカーズコレクティブ。これからの地域社会にとって大きな礎になっていくはずです。